はい、サバイサバイマッサージタイマッサージの提供動画を撮り終えて、今チャイナタウン、僕が好きなチャイナタウンに来たんですけどこれ見てください。とんでもない列ができてますが、これはシンガポールを象徴する文化、国民性がここに現れてるんで、ちょっとご紹介していきたいと思います。何に並んでるんだろう。こんな感じでずっと並んでます。はい。I watch your video. Do you know me? Yes. Thank you so much. で、ここだけじゃなくて、もっと向こうまで続いてますね。で、最初はそこにシンガポールのシンガポールを代表するタピオカミルクティー屋さんがあるんで、そこに並んでるのかなと思ったら違いますね。ほら、リーホーティーって言うんですけど、ここは並んでない。で、ここに列がずーっと続いてて、ここで一回折れて、今度まっすぐです。すごい、まだ続いてんだ多分もう推定300人ぐらい並んでんじゃない？ここだ。さっきのお兄ちゃんが言ってたけど、バークワを売ってます。で、バークワって何かというと、薄く切られた豚肉、これが香ばしくて美味しいんですよ。こんな感じで美味しそうでしょ。ビールに合うんですよ。Sorry? Is there like a promotion? Yes. Promotion. How long have you been queuing? I don't know, this one I don't know. How many hours were you queuing for? This one I'm 10 o'clock running. 10 o'clock. Oh, 2時間。 10 o'clock. 9 or 10 o'clock. 2、3時間並んでると。Oh my god. Do you like bakwa? No, I buy for my boss. Oh, you buy for your boss. Where are you guys from? I'm from Bangladesh. Bangladesh. Bangladesh people like this? Do you like? No, no. No. So your boss is Chinese, right? Yes. Oh yeah. I get it. Thank you so much. そう。プロモーションがあるんですよ。で、2、3時間並んでると。で、これはシンガポールの文化、キアースーって言います。I know you guys don't like it when a foreigner says like talks about キアースー, but I will anyways. で、キアースーっていうのは何かというと、失うのが怖い。Scared of losing. 例えばこういう安いセールがあったりすると、この機会を失うのが怖い。で、こういった時に使われる言葉ですね。で、このキアスーっていうのは、シンガポール人が自虐的に自分たちのことを言ったり、しますね。これがね、シンガポールの文化とか国民性の一つですよね。こうやって安いプロモーションがあったら何時間も並ぶ。お店の閉店セールとか、もうめちゃくちゃ人で溢れ返りますよ。で、僕の理解ではこの外国人がシンガポール人に対して君はキアスーだねとか言うのはなんか気分悪いらしいのでやめときましょう、だから同郷同士で言うのはいいけど、あれに近いかもしれないですね。黒人ってお互いネグって言うじゃないですか。でもそれをなんか白人とか僕が言うと一気になんか差別用語になってしまうみたいな、それに近いかもしれない。なんで今日のこの動画では、シンガポールの文化をちょっと見ていきましょうか。で、このキアスーっていうのは何で生まれたのか、これいろんな考察あると思うんですけど、一つはもうシンガポールはかなり競争が激しい、そういう国っていうのがあります。で、それはもう子供の頃から激しい受験戦争にさらされて、でそれもなぜかというと、この国って外国人からもいろんな優秀な人が来るんですよ。彼らに負けないように皆さんも子供からめちゃくちゃ勉強します。で、だからこういう負けたくないっていうなんだろうね、闘争心というか、そういうのが生まれて、こういうプロモーションとかもあると自分は損したくないとか負けたくないっていう、これはシンガポールを象徴する一つの文化と僕は思ってます。That smelly thing also describes Singapore's culture really well. シンガポール人はもう無類のドリアン好きめちゃくちゃドリアン好きですよ。
日本人からしたら結構マジでってなるかもしれないけど、もうここの人はドリアン好き。日本の納豆みたいな感じですね。匂いは強烈だけどめちゃくちゃ美味しいで、こんな感じでいろんな種類があるんですよ。 D13 とか、XO1 とかマオシャンゴとかいろんな種があって、ちょっと苦みのあるやつとか、甘いやつとか、シンガポール人にとっては高いんでごちそうですね。ごちそうで、僕はもう最初こそドリアン苦手だったけど、もう3回食べても大好きになりました本当にもうごちそうですよ。食べたくなってきたもん。で、どこでいいドリアンが買えるかっていうのはコツがあって、 HDB ですね、公共団地の1階のスペースとかで売られてることが多いです。ただちょっとそれは旅行者にはハードル高いんで、おすすめはスーパーですね。ああいうさっきのところだとちょっと高いんで、スーパーで買うのがおすすめです。ぜひ皆さん、これシンガポールの食文化の一つなんでチャレンジしてみてください。 So this is also very Singaporean, a hawker center. で、ホーカーセンターって何かというと屋台街なんですよ。で、この屋台街が面白くて、シンガポールは多国籍なんで、中華料理はもちろんマレーとかインドとか、ウェスタンですね、西洋の料理とかで今上がってきたんですけど、こんな感じで、屋台が密集してます。で、ここはチャイナタウンだから中華が多いけど、本当にいろんな国の料理がありますよ。で、美味しいところは必ず列ができてるんで、ぶっちゃけその下調べとかあんまりしなくても並んでるとこに行けば大丈夫っていうのはあります。ただここのおすすめは、僕も食べるトラベルっていうグルメチャンネルを運用してるんで、そこで紹介してるので、ぜひチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきますね。So this is also Singaporean. What you see right now is it's called a Buddha Tooth Relic Temple. で、これは、it's a Chinese Buddhist temple. But if you walk 3 minutes from here, you see a Hindu temple. And from here, walk 1 minute, you see a mosque. So これがシンガポールの面白いところで、今ってもう4分しか歩いてないですよ。4分しか歩いてないのに、もう中華の仏教の寺院と、あとインドの寺院とモスク、もう本当に多国籍でいろんな文化が入り混じってる。歩いてて飽きない。で、僕いまだに覚えてるのはシンガポール来たての頃にこの中華街からリトルインディアまでタクシーに乗ったんですよ。で、ずっと携帯いじってて、で気づいたらついてたんですけど、ふと顔を見上げたらもうさっきの中華街とは全然違う世界が広がってた。もう人も歩いてる人も違う、風景も違う。それがシンガポールの面白さだなって僕は思います。一つのコンパクトな国にいろんな文化が入り混じってる。これも結構面白い視点だと思うんですけど、シンガポールは確かに綺麗、ゴミも落ちてない。ただこれには裏があって、ちょっと奥まったところ入るとこんなんです。国の法律ではゴミ捨ても禁止だし、罰則もあります。ただ現実的にはこんな感じでゴミも落ちてるところもあるし、あとトイレ流さないのも罰金ですが、トイレ流さない人もいるし、あと電動スクーターも今罰金ですが、それでも乗ってる人いるし、何が言いたいかというと、表向きはすごく綺麗で洗練されてるように見えるけど、実際はみんなうまいことやって自分が快適なように、生活してますね。ただそれでも一般的にはこのビジネス街とかマリーナベイサンズとかはやっぱり綺麗です。One papaya for here. Okay, one order. Spicy 10. You want one order or? Just one. はい、最後にご紹介するのは言語ですね。さっき聞こえたと思うんですけど、こいつを注文する際にスパイシーキャンって聞きました。で、これいわゆるシングリッシュです。シングリッシュっていうのはシンガポールで独自に発展した英語のことですね。本来であれば正しい英語で言うなら、Can you please make it spicy? これが正しい英語。でもシンガポールは非常に、効率重視で、伝わればいいじゃないみたいな、そういった感じのマインドを持ってると僕は個人的に思っていて、なんで例えば上司にこれできるって言われて、例えば正しい英語だったらSure,
I can とかって言うと思うんだけど、シンガポールの場合は can、これ一言で OK です。でこれだけじゃなくて、いろんな、単色語もありますし、時にはその中国語とかマレー語が使われたりとかするんで、初めての人はね結構戸惑うと思う。何言ってるか分かんないからそんな感じですね。言語を見れば、シンガポール人のその性格っていうのもちょっと見えてくるんで面白いですよね。はい、そんな感じでこの絶対美味しいであろうポピアを食べて動画を終了にしたいと思います。かなりちょっとライトな浅い動画になってしまったと思うんですが、またいろんなシンガポールの文化ご紹介できると思うんで、そういうのが好きな方はぜひチャンネル登録してください。ではさようなら。